サソリ座の皆さん、こんにちは。2022年のサソリ座さんのためのリーディングを行います。2022年がサソリ座さんにとってどのような一年になっていくのか、どのようなことに注意すればよいのかなど、全体的なメッセージを受け取っていこうと思います。それでは、シャッフルいたします。2022年のサソリ座さんのリーディングを行います。まずこちらにアマテラス大神様のカードを合わせてハイプディエステスも出ております。この組み合わせから言うと、自分の中心と自分の本質ととてもよくつながれている、本当の自分というものを自分自身が分かっていて、そして本当の自分の能力や魅力を発揮できる場所、発揮できる環境というものを見つけて、自分自身の一度しかない人生を謳歌していく。こちらに0番の愚者のカードも出ておりますので、未知なるものにチャレンジして最高の自分になっていくというふうにも受け取れるんですが、どういう環境に移行していけば自分の能力を発揮できるのか、自分史上最高の自分になれるのかということを本能的に感じ取って、2021年から変化があった方多いと思うんですが、その変化の大団円をこの年迎える。こちらにエンペラーも出ておりますが、あなたらしい世界を作っていける。ただ思うだけとか、計画するだけではなく、そのアイデアを地に下ろしていく、根付くというイメージがあるので、こうしたいって思っていたようなことを実生活など現実の世界に落とし込んでいく。そしてそれを実行していく。そしてこの3枚以外のタロットカードがすべてペンタクルなんですが、ペンタクルの2と4と7、この2021年からの変化というのは、おそらく3月ぐらいまで続くと思うんですけれども、こちらに満月のカードを神に委ねるというメッセージが書かれてますが、この2021年に大きな決断をして変化していったことの余韻にも当たるかもしれないんですが、このペンタクルの2では、蝶々が描かれてますが、ジャグリングのカード、このリーディングで言うと、今と過去をジャグリングしているような状態が3月もしくは4月ぐらいまで続いていく。例えばお仕事で言うと、引き継ぎをしたりとか、残務処理をしながら、次の4月から始まっていく、今のあなたをフルに活かせるようなお仕事の準備を始めていくとか、もうあなたにとっては過去になった問題を解決していったり、整理していきながら、次の新生活に向けた準備を始めていくとか、それぐらいこの変化というのは、生き方を変えるとか、お仕事を変える、
働き方を変える、人生のパートナーが変わる、ビジネスパートナーが変わる、恋人が変わる、そういうようなあなたの生活と密着している生活の基盤が変わっていく。ですので、お住まいが変わる方もいれば、ビジネスの拠点が変わる、あとは転職をして働く場所が変わる、そういう根本的な変化がある。そしてその変化というのが、あなた自身が最高の自分史上最高の自分になっていくために必要な変化。自然とそういう大きな変化の流れに乗っている方もいるとは思うんですが、さそり座さんですと、とても勘が鋭い方多いと思いますので、2021年の段階からご自身で決断をして変わる方向に進んでいっている方もいると思うんですけれども、この年はご自身の決断プラスアルファで、とても強い追い風が吹いてくる。その強い追い風に乗って、今までなかなか手放せなかったようなものを手放せたりとか、どうしてもこれをしてみたい、こういう自分になりたいって思っていたようなことを実際に実行できる。それはあなた自身がすべきことというのを分かっていて、そしてそれを行動できる状態にあるということもあるんですが、そういう状態だからこそ、そのあなたを導いてくれたりとか、あなたの才能を買ってくれるような人が現れてくる。それはあなたが自分自身を世の中に表しているからこそ、自分の本質とつながった状態で表しているからこそ、そういう人が現れてくる。ですので、こういうお仕事をしたいと思っていた方にとっては、あなたのアイデアを、もしくはあなた自身を採用してくれる人に出会う、あなたの事業を支援してくれる人、あなたのサービス、商品、作品を文字通り買ってくれるような人、もしかしたら無理かもしれないって思いながらも、着々と準備してきたようなこと、それがこの年のあなた自身とも、そして時代の流れとも、この時マッチして、あなたが準備してきたことというのが、お仕事になっていったり、誰かに認められたり、お金になっていく。それで3月まで、この手放しも含めた準備期間に当たる可能性が高いんじゃないかなって思うんですが、というのも、こちらに4月のカードが出ておりまして、このエンペラー4番でペンタクルの4と4番のカードが2枚、そしてジェレミエル様の今を生きるというカードが14番のカード、そしてサソリ座満月が5月にある。ですので、主に4月だと思うんですけれども、4月から5月にかけて、この最高の自分が活躍していく環境、基盤に本格的に移行していく。今を生きる、自分自身の人生を生きる新たなステージが始まっていく。とても大きな切り替えが主に4月にあると思うんですけれども、こちらにタランチュラのカードも出ておりまして、大きな岐路に立つ重要な決断をする。こちらに8月のカードも出ておりますが、この8月というのは、この4月もしくは5月の決断の次の山場になると思うんですが、圧倒的に高いのはこの4月の方。その4月の大きな決断があるからこそ、8月にも岐路がある。それで、とても強い意志も感じますし、自分自身とも深くつながれているので、賢明な最善の決断をされると思うんですが、こちらにペンタクルの7も出ておりまして、変化がある方にとっては大きすぎていたりとか、自分が思っているよりも大きな変化になってしまっていたりとか、変化することをためらってしまったりとか、途中で諦めて、次に進む決断をしないで、元の状態に戻ろうとするという恐れがあると言われてるんですが、それだけあなたが手放すものというのが、あなたがどんなに話しても
なかなか向こう側が話してくれないっていうようなものを抱えていた方がいるんじゃないかなって思ったんですが、それのせいで、あなたが自分自身の人生を生きてこれなかったとか、そのお仕事に縛られていたせいで自分自身の能力を発揮できなかったとか、その手放しが21年から続いていた方もいると思うんですが、それがプライベートであってもお仕事であっても、もしくは両方であっても、このエネルギーの強さというのは、あなた自身の内側のエネルギーもそうですし、あなたを応援してくれている見えないエネルギーの力というのも、あなたがより自分を活かせる世界に移行していくというのを応援してくれている、とても良い方向に進んでいて導かれていますので、その方向性を見失わないためにも、重要な決断を自信を持ってするためにも、一人の時間を大切にしてみてください。特に3月ぐらいまでは、日記を書くとか瞑想をするなど、自分とつながる手段を習慣にするととても良いと思います。あとは、文章を書くのが得意な方、もしくはご職業にされている方もいると思うんですが、特にフィクション、ノンフィクションに限らず、ご自身のことを文章にして表現するというのもとてもおすすめです。例えば3月ぐらいまでに書き上げたものが8月に賞を取るとか作品になって発表されるとか、この自分自身と向かい合う手段、自分自身を表現する手段というのが SNS やブログという場合もあると思うんですが、その場合もこのあなたの表現力というのが、そしてあなた自身のこの自分自身とつながれている魅力というものが評価されて話題を呼んでいく。そういうふうに自分自身とつながるためのツールとしてだけではなく、表現手段にもなるようなものを持っている方の場合は、それがあなたの人生の中の大きな決断に役立っていくというだけではなく、あなたの魅力や能力をより大きくするための手段にもなっていく。本格的に自分自身を生かす新たな未知なるステージが始まっていくという感じなんですが、プライベートでもお仕事でもいろんな面であなた自身を活かせる。あなたが趣味で楽しんでいることや、ライフスタイル自体が話題を呼んでお金になっていくという場合もあると思いますし、あなたが自分の本質とつながって、今の自分自身が生きるべき環境を選ぶことによって、生き方が変わっていく、お仕事が変わる、パートナーが変わる、恋人が変わる、お友達が変わる、趣味が変わる、活躍の場が変わる。今まで重荷を抱えていた人にとっては、複数の大きな変化があると思うんですが、その変化によってあなたは自分史上最高の自分になっていく。すべては導かれていますので、そこに留まり続ける、過去に生きる方ではなく、今を生きる最高の自分になれる環境の方を選択していただきたいなと思いました。それでは2022年のサソリ座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。